テキラドデジョンです。今回ナビ vs HST スポーツの対戦ですね。ライブで撮影していきましたので、アタックのところまで飛ばしていきたいと思います。早速やっていきましょう。先行対戦相手の方からスーパードラゴン、ライトニング2発型ですね。で、ロケバル。まずは6時の方をロケバルベビドラで削っていくような形。かなりロケバルのケアがいいですね。通常バルーンも差し込んで、対空砲を追っていって、で、安い追って、クイーンの方を3時から使って、スーパードラゴン真ん中という形から始まっていきそうです。突撃艦真ん中までぶっ飛ばしていくようなやり方になりそうかな。エアスイーパーも折れてるんでね。さあ、レイジかけて、一気のトームをかけていきます。なんかクローン一発ぐらいあっても良さそうな中心部だけど。さあ、トルネードからの赤爆ヒット、バルーンの方はフリーズをかけますが、すべて落とされていって。やっぱ投石がね、投石トルネだとバルーンやっぱ落ちますよね。なんか、トラップチェックみたいな突撃艦バルーンになっちゃいましたね。真ん中に関しては。いきなりタウンホールが残る苦しい展開。スーパードラゴン来たけど、これは溶けていく。クイーンの方も溶けて、残ってるのはキングですけども、ロイヤルチャンピオンを真ん中に目指して投げていきましたが、このインビジブルはあんま良くないね。ポイズン打っちゃった。さあ、キング。からの、ここはリクスケルトン、先に落とすことができるか、タウンホール。リクスケルトンをターゲットしているロイヤルチャンピオン。なんとかここはキングの前にタウンホールを殴ってくれて危ないですね。あわや星1というところ。インビジブルも今使う必要がないところだったんでね、リクスケに捕まったなら、リクスケ処理をさせてから、なんかキングを隠すようなインビジブルからフリーズとかね、能力使ったりすればよかったシーンかな。どっちにしろ、星2には違わないんですけど、よりリスクのあるようなやり方をしてしまったという形だったので、ちょっと気になった感じだったんですが、さあ 84%、対空砲レズ84終了です。さあ、クラウス一発目来ましたね。ヒーラー4体、クイヒー的な使い方になるのか、お出ヒーになるのか、ファイヤーボール採用というところで、打ち込めそうなところはいくつかありますが、どういう使い方になりますかね。タコついてますね。アングリージェリー、正確にはクラゲですが、これはキングに釣られないんですよね。で、通常ホグもここは割いて、ちょっと火力も上げていくみたいな感じかな。レイジがつくからね、このレイジジェムついて攻撃力が少し上がりますよっていうところ。で、反対サイド3時の方、クイーン展開からの突イエティを投げ込んでおります。シングルインフェルノを降りつつ援軍を釣って、これ援軍かなり火力の低いところで勝利ができそうかな。で、外側の施設をね、スーパーバーバリアンとかウィザードを使って削っていくことで、ウォーデンを内側へベビドラカット。内側入ってきましたね、ウォーデンは。キングの方はキングで、外周。なんかあれは、この使い方するなら、あれだね、サッカーボールぶっ飛ばすのもありだったかなと思いますね。さあ、インビジブルと、なんかいろいろかけてタウンホールの方にファイヤーボール向けていって、とんでもない。超破壊されていきました。やば。そしてこれ落ちないですね、ウォーデンが。これウォーデンでタウンホールそのまま拾いに行くようなプランか。めっちゃうまいな、これ。で、反対サイドフリーズバルーンで対空砲ウィズと。これサッカーボールありだったんじゃないか、あっちで。キングフィストでね。ガントレットとかレイジとかも強いんだけど、ウォールブレッカーは、一応持ってきてたんだけど、これ投げ忘れた説あるな。投げるの忘れたから、かな？どうなんだろう？わかんないや。外周ただ歩かせるだけならね、使い方するなら、サッカーボールのね、レベルが上がってれば採用するのもありかもしれないですね。とはいえ、バックガード全開。さあ、対戦相手、スーパーホグ編成ですね。今のすごかったな。イエティで両サイドカットして、内側の方へアイゴレキングとクイーンまで。今の環境、ここにはね、バネがないですからね、トラップチェックしなかったですが、ちょっと前だったらね、スーサイドラバル対策で、アイゴレ飛ばす用のバネがあそこに置いてあることが多いんですけど、今はやっぱスーパーバーバリアンとかね、ストライカーとかを端っこの方でね、吹っ飛ばすみたいな使い方が多いので、今の位置じゃなかったですね。さあ、ウォールブレイカー、これはどこを狙ったものなんだ？
ちょっと微妙な位置についてますね。タウンホールキングで拾いに行くようなために投げたんだったら、ウォールブレーカーはタウンホール前の壁を殴らせるためのものだったかもしれない。だとするなら、てかこれ最悪の場所ついてるな。グイーンの方もラバに捕まりつつ。ちょっと厳しいっすね、これは。ハードな状況。クイーンの方も黒く咲いてしまってるんでね。タウンホールも起動してるし、これはパピーに手を取られで超弾逮捕を打ち抜かれ。厳しい。そうか、今回はルートライダーバンですね。なので、ルートライダーの代わりといって、スーパーホグが採用されてるみたいな感じかもしれないですね。一気のトームをかけていきます。レイジトーム。だったらもはやもうタウンホール触らずに超弾大砲までは降りたかったっすね。クイーンパートは。さあ、ヒールかけて、ボムターとかもあるところ、いいですね。ポイズンター撃たれる前にフリーズ。これめっちゃ大事。で、ボムターもあるので、ここはヒールを採用というところ。で、レイジまで欲しいかな、ここは。どうせ撃つことになるので。で、ストライカーは来てるけど、ちょっと間に合ってない。来ました。フリーズ撃って、結構伸びてますね。で、10日兵士からペッカが超弾大砲駆けつける。強。だいぶ伸びてはいるんだけど。さすがにこれは、ロイヤルチャンピオン。この後ろのテスラモリ強いね。終点テスラモリに完全に捕まりつつ、タウンホールもね、飛ばせなかったからね、ヒーローパートで。イメージ的にはクイーンの方で、超弾逮捕とかあの辺拾ってる間にタウンホールをキングがぶっ飛ばしてくれれば、あとなんとかなるでしょみたいな感じのプラン。どういうウォールブレーカーだったんだろうね、目的としては。タウンホール拾わずに、下流すプランだったのか。タウンホール拾いたそうな雰囲気のヒーローパートだったんで、シンプルヒーローパートのミスっていうのが、重くのしかかった形かなと思いますが、85%、ナイス防衛が2個続きます。さあ、カズマくん。なんかもうすごいんですけど、61天才ジャンプ入り、ホグとスーパーバーバリアン以外のユニットがほとんどいないような感じですね。突撃艦投げるための、ホーミングチェック用のバルーンは1体。どうせトームかけるしってとこですかね。ジャイアントアロー1戦。なるほどね。その天才強いね。この天才強いね。1箇所に61を割くのではなく、ジャイアントアローを絡めて31ずつを追っていったみたいな感じかな。プラス12時の方とかもね、ダイクかかってないポイントではあるので、HP 削っていくっていうところもね、おでんのところ、おでん像ね、かなり削れてますね。で、ホグレイジトームを3時から入れていきつつ、キングの方はジャンプ、フリーズかけて、ガントリとかやっぱ強えわ。で、タウンホールは EAT の方届いていって、キング頑張れ。で、下の方はね、捕まってたところ、クイーンに捕まってたところをストライカー処理していきつつ、で、ロイヤルチャンピオンの方はこれ突破ができそうですね。いや、強すぎるな、これ。圧巻だ。残ったところ裏からスーパーバーバリアンを差し込んでいって、ナイス全開すぎる圧倒的速度。すごいね、圧倒的だ。ラーサス。さあ、クイヒのスーパードラゴンリターン型。タコついてますね。いいですね。リターン型のクイヒタコね、めっちゃ相性いいなって思いましたね。シューターセットだ。なるほど。ホーミングチェック。ホーミング綺麗に2発吸いつつ。これかなり見るね。対地クロスまで行きたいっていう目的かな。インビジブル使ってシューターは射程圏外なのでオッケー。シューターの方にリクスケルトン来てるよ。リクスケ。この人クイーンで頭がいっぱいだ。うわー。クイーンめっちゃ見るね。マルチまで行くつもりこれ。相当粘りましたが、ここで回収をして。で、シュータールートこれかなり強くなりましたね。投石までフリーで打てるような状況になりつつ、タウンホールからスーパードラゴン入れていきます。で、レイジを置いてからのクイヒースタート。これはいいですね。HP 相当削られてしまって、対地クロスいきなり打たれるタイミングなんでね。
まあ、ヒーラーも4体だったかなっていうところで、ちょっと早めにヒーラーを使って、レイジからスタートしていくっていう、いいレイジになってますね、これはね。で、タウンホールの方もレイジトーム。クイーンは黒く咲かなきゃいけないところ、ここは黒く咲いて、対1クロス、いいですね。キングでしっかり対1クロスのターゲットを拾っていくことで、リターン型のクイヒーってやっぱね、まあ、ヒーラーが4体ならもそうなんだけど、やっぱ呪文の枚数も少ないので、クイーンの黒く咲いた後だしね、特に HP 管理マジで大事。まあ、シューターはここで捕まっちゃいましたか。陸助からのケアとこの迫撃のケアができてたらもうマジで爆飲みしてただろうな。シュータールートがめっちゃ強かった。さあ出てきたスーパーガーゴイル。ロイヤルチャンピオン真ん中差し込みでいきます。スケルトンシングル IT 前置いてフリーズ。いいですね。フォックス行かれるのが一番嫌なので、ここ咲いて、ガントレットとロイヤルチャンピオン両方能力が残ってるところ、ここは咲きたいですね。ガントレット使っていいですね。キングのターゲットをキングで外側で処理することでロイヤルチャンピオンに当たらない形を取ります。で、ウォールブレーカーとか入れてストライカー長がとかもあるかな。いろいろ差し込んでいって、いい全開だ。いい多国比だったの、これは。素晴らしいです。うん。これで対戦相手ファースト全開ですね。ナイスラー。ジーマー、ドラゴンですね。ヒーラー1体だけ。まあ、ヒーラー人形ついてって形かな。回収アルカ製。なんか通常ドラゴンの採用もね、増えましたね。ベルナウとかね、その辺のブラジルの人たちがね、ジャイアントアローからの、まあ、真ん中クローンバルーンみたいなのね、よくやってましたが、ウォールブレーカー使っていくスタイル。なるほど、4時につなぎって感じかな、こうなると。確かに強いな、これは。見ると強い。で、まあ、ドラゴンは12時になるかな多分。いいテスラだ、それは。空に対応するものがないと見せかけてからのテスラ。で、まあ1時、12時ぐらいから突撃艦真ん中へレッツゴー。下側、ここはキングを使っていきますね。で、タウンホールの方は、トルネード。しっかりね、このレイジいいですね。トルネ引いた時にもしっかりレイジがかかりきる。ギリギリではなくね、トルネ対策もしっかりできた位置にレイジを打っているので、イエティが乗っていくと。あとイエティ、投石まで折れる。それめちゃくちゃ強いな。で、援軍もしっかり釣れるんですけど、まあ、クイーンで安全に処理できる位置。これも6時キングがぶっ飛ばしてくれて、ロイヤルチャンピオンが後から登場。ドラゴンが強いですね、これね。まだ全然死んでないね。通常ドラゴンめっちゃいるよ、外。ただ、モノリスの方がね、いるというところ、モノリスエアスイで、だいぶあの辺は飛ばされそうな感じあるんですけど、ロイヤルチャンピオンもまだ能力残ってフリーズ2発。一発目のフリーズをまずはここで使って、まあ、ボムターンの破裂で能力強制発動かな。で、安い能力発動、まあ、フリーズ、インビジブル残っていっての全開。強いね。強いな。ガーサス。余力もありますね。スーパーアーチャーかな。まあ、ルートライダーの代わりみたいな感じかな。突アチャを入れていくんですけど、これがさ、さっき確認したんですけど、今までなんか最初のね、ルートライダーバンする大会って聞いてたやつで、援軍のスーパーアーチャー禁止だったんですよ。だからなんかスーパーアーチャー採用してるのなんでと思ったんだけど、これ、別の大会なんですね。もうルートライダーをバンする大会の別の大会が現れて常設のユニットバンされてるっていうのが普通にもう一つ登場しました。まさかの。12時キングからのスーパーホグレッツゴー。まあここ本来ならルートライダーでやるよみたいなところかな。ちょっとね、このキングとぶつかったところストライカーが遅すぎたところと、なんか
欲しかったかもしれないですね。ジャイアント1体とか入れるだけでもね、このエレクトロタイタン延命できたんじゃないかなと思います。まあ、スーパーチャちょっとモノリス降りたかったかな。で、まあ、ヒーリングトームがあるというところなんですけど、呪文がもうフリーズ一発しかないんでね。クイーンの方はヒーラー人形、ここでクローク打ってヒーラー追加。ただちょっとこのモノリスに対してね、触れるユニットがいないんでね。さあ、ホグからのストライカーもちょっと早すぎる。呪文がないのがやっぱいかんせん厳しいですね。ルートライダーはやっぱ呪文なくてもね、ある程度伸びてくれるユニットではあるんですけど、スーパーホグはね、さすがに、やっぱ別ユニットとして捉える方が良いかなってところ。ただ、かなり伸びてくれてはいるというところですが、さすがにここは伸びきらず。まあ、モノリスが強かったっすね。クイーンも落とされたので、6時側がね、もうちょっとクイーン伸びて合流ができればって感じだったので、スーパーチャパとあそこに落とすんだったらモノリスまで折れる形がやっぱ良かったかなというところなんですけど。まあ、スパチャが多分想定よりも伸びなかった感じだとは思います。スパチャってね、呪文を全部そこで割いちゃいますからね。スーパーホグってまあ、確かに呪文はそんなにはいらない方のユニットではあるんですけど、レイジ1枚ぐらいは欲しいかなってところで。トームの跡地になんかすごい巨爆がたくさん並んでるんでね。トーム打った後に巨爆ヒットしちゃうと、ルートライダーよりもね、HP 低いんで、厳しいですかね。さあ、ガク食いヒーラバレ。この環境になってガクが食いヒーやってんの初めて見たレベルなんですけど。さあ、ジャンプ型シューターセット。うん。反対サイドはアーチャーカットでキングの、あれかな。さあ、ウォーミングチェックからのウォールブレーカー通し、止めていく。ストライカー、外ショット。レスラーがちょっとこの辺たくさん入っちゃいましたね。で、キング外周。スーパードラゴンはかなり美味しい、これは。いい援軍出てきたな。ここはガントレット。ジャンプは、クイーンだけを飛ばすような目的で、ここに入れるんだったら、キングは、これこそサッカーボール案件かもしれないな。どうせ壁殴るもんね。キング、ここガントレット入っていって、これでジャンプがかかって、クイーンだけのジャンプなので、こうなるんだったら、プラスアルファで折れるなら話は別か。でも、いっちゃうんだね。クイーン処理までいけんの？それは強すぎるな。じゃあ、ガントレットレイジだわ。そこまで見れないっしょみたいな感じだったら、とりあえずサッカーボールとガントレット入れて、あの辺吹っ飛ばしつつ、ある程度伸びたね、で終わるかなって感じなんだけど、クイーン処理までできちゃうのがこの組み合わせだね。強っ。さあ、ラバルパートも合流で、あとはフリーズ。フリーズ。いい形ですね。ロイヤルチャンピオン能力解放しつつ、裏のマルチアーチャーターにもバルーンを直接投げ込んでいって、数でご利用して、3本の矢より、たくさんのね、バルーンでへし折っていきます。ガーサス。さあ、スーパーネクロ。71ですね。イーグルかな？イーグルのところが折れそう。クロス投石を追ってって感じだとは思うんですけど、シューター型かなるほど。おでんで迫撃のターゲットを取ってシューター差し込み。確かにシューターこの後、12時方面を見てくれるって形なのかな。で、外周ウィザードサイドカットも入れて、キングサイドカット、オールブレーカーまで入れてギリギリ届いていく。スーパーネクロ一気のスタートです。
うん。ベビドラバルーン。ここも外周削って、キングのためのルート作りですね。いいですね。で、ウォールブレーカー使って進めていく。強いね。ガンダルト強。さあ、このキングは、外周戻って、キング追用。このキング超強い。ちょっとウォールブレーカーね、2発目ミスっちゃったっていうか、ゲが入らなかったっていうか、ルートライダーいないので穴が開けれませんと。さあ、援軍はキングの方で釣れました。シューターもこれギリギリテスラ当たらない位置に立ち、超上振れムーブです。さあ、クイーンの方はストライカーかな、黒く剥がされて、ジャンプを打っていきます。早めですが。まあ、スーパーネクロってことで援軍に対してはポイズン持ってこず、まあ、呪文もそもそも少ないですからね、71なんで。さあ、ジャンプ。ここでトームをかけていきますが、フリーズかけて、ちょっとね、モノリスからのターゲットも入ってたんでね。ロイちゃん打つなら上からって感じになりそうか。ここは、タウンホールも拾わなきゃいけないけど、クイーンが黒くないからね。まあ、インビジブルが余ってるってところ、これは、うわー、両方今のは救えてない？一体だけ救えてる。スパネック救える、インビジブル打てるとベストだったんだけど、クイーンがこれ落ちるかな？クイーン、スパネック両方落ちる。しかもロイヤルチャンピオンまだ出せてなかったというところで。まあ、上から出すして、まあ、ご利用しでした突破っていう形でもよかったかなと思ってますね。タウンホール残ってもですね。どうせこうなるんで、上からやっても同じ結果になると思うんだよね、これ。能力残ってるし。まあ、ちょっとまあ、タウンホールがね、すごいヒヤヒヤしながら見ていくシーンだったので、まあ、ロイちゃんもケアとして残したって形だったかなと思いますが、久しぶりのスパネ組みましたが、ちょっと最終伸びきらずというところでした。この配置も結構強いね。さあ、ラスト星3ですね。ロケバルラッシュにクローンが入った形。ファイヤーボールですね、当然。あ、この配置前攻めてたな。反転してるかな。さあ、両サイドベビドラサイドカットして、ジャイアントアローですが、インビジブルターンの解除っていうところですね。レイジまで置いて3ヒーロー処理。で、キング、ボールブレーカーで、ここは突撃艦からのファイヤーボールトームなんですけど、トームじゃないレイジジェムなので、突撃艦が、ファイヤーボールトームである必要があったんですけど、ヒーローギアを切り替えるのを忘れてしまっていると。これは痛いミス。タウンホールのところにね、飛ばしていってレイジークローンでね、多分真ん中を突破しようというプランだったと思うんですが、とんでもないミスだ。ヒーローギアの入れ替えをミスってしまう。これ痛いっすね。痛いんだけどなんかいけそうだな、これ。呪文たくさん残った上に、スーパードラゴン防衛援軍残ってるんですけど、考えうる中で最悪の状況なんですけど、さあ、ホグライダーをクローンで増やしていきますが、なんか全然止まらないですね。さあ、これ一気の全開です。ロケバルも最後出していって、フリーズインビジブルが手元に残っている状況。なんでですかこれ。なんでなんだなんでなんだなんでなんだ兵器なんていらなかったおかしいなさあ、最後はロケバルフィニッシュで全開ですか。はい、というわけでね、終わりまして15点パーフェクトというところでしたが、最後は大事故になりかねないような致命的なミスがね、出てきたわけなんですけど、全開になりましたね。まあ、元のプランに結構余力があったことと、ファイヤーボールの強さみたいなところ、まあ壊せてる施設の強さがやっぱ大事だったりするので、いやー、本来なら大事故で星1終わったのあれなんですけどね。ロケバルも普通に強かったね。はい。まあ、ちょっとね、皆さんもヒーローギアのね、切り替えのミスっていうのは起こさないように気をつけていきましょう。特にね、ファイヤーボール系のものって多分、結構切り替え頻繁に起こると思うので、はい。
というわけでね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。